はい、こんにちは、すぐろです。今回は WGP2019 環境考察を行いたいと思います。よいしょ。ということで、WGP2018 環境考察動画というものを上げてからこれまで2回やってきた環境考察なんですけれども、どちらもすごい反響だったので、今回も味を占めてやっていきたいと思います。まずは概要ですね。こちらは前回と大体一緒ですね。まずタイトルなんですけれども、こちらは、BCF2019 ネオスタンダードで入賞したタイトルプラス2019年3月から現在までに発売した新規タイトルプラス、注目のどちらにも属さなかったんですけれども、個人的に注目のタイトルだなと思うタイトルをちょっと上げさせていただきました。それではね、今回の、評価していただいたタイトル一覧をご覧ください。どうぞ。全部で33タイトル、ちょっと多くて文字が小さくなって申し訳ございません。注目じゃない優勝タイトルが28タイトルプラス新規タイトルが5タイトルプラス注目のタイトルとして1タイトル上げさせていただいております。まず入賞タイトルが、ゴブスレダカーポオバロ SAO アポクリファミクリゼロヒナロジコノスバシンフォギアバンドリミリマスレビューナノハサンシャインアイマス青豚サエカのトラブルマドカーミルキーゲンカケシヨコサマポケフェイトラブライブフジミディライトで、新規タイトルが角川春さくらカンコレで、個人的に注目のタイトルとして獣フレンズを挙げさせていただいております。今回はねこちらの33タイトルを評価していただきました。次に評価方法なんですけれども、こちらも前回と同じで、全国の強豪プレイヤーに各タイトルを1から10までの10段階評価で評価してもらって、その平均値を10倍して100点満点で採点いたしました。それではね、皆さん気になっているであろう今回採点に協力していただいた全国の強豪プレイヤーを紹介いたします。どうぞ。今回採点に協力していただいたプレイヤーはこちらの38名です。どうですかこれバイシュバルツやってたら間違いなく誰かのことは知ってるんじゃないかなっていうふうに思うぐらい強いプレイヤーのデータを38名分集めたので、今回地域もバラバラですし、かなり信憑性の高いデータが取れているんじゃないかなっていうふうに思います。最後に評価基準なんですけれども、こちらは WGP2019 ネオスタンダードでお願いしております。後期はね全国大会もありますんで、よかったらこの動画の結果とかも参考にしていただいて、皆さん、全国大会狙ってみていただければなというふうに思います。それではね、早速結果を見ていきましょう。どうぞ。第33位、得点 13.6 点、原価系ということで、第33位は幻影を蹴る太陽でした。このタイトル得点自体は低いんですけれども、そもそもいつのタイトルだよって話ですし、イラストもめちゃくちゃかっこよくて、僕もこのタイトル大好きなんで、かなり入賞してくれたことが嬉しいです。また今の環境ね、どのタイトルも勝てるということを、このタイトルが入賞したことで証明しているんじゃないかと思いますので、皆さんもぜひ好きなタイトル触ってみていただければなというふうに思います。続いて第32位、得点 20.3 点、カードゲームしよこというわけで、第32位はカードゲームしよこでした。このタイトル前回に引き続き入賞ですね。 PR での追加も毎回ありますし、意外と面が強いみたいな意見も聞いたりもしますので、全く相手のことを知らずに挑んじゃうとやられちゃうかもしれないので、しっかりと勉強して対戦する際は油断せずに挑みたいなというふうに思います。続いて得点が一気に跳ね上がって第31位、得点 40.3 点、アイドルマスターということで、第31位はアイマスでした。このタイトルプールが広いので結構採点が難しいタイトルなんじゃないかなっていうふうに思います。実際に高い点数つけられている方と、7点とかの高い点数つけられている方と低い点数つけられている方がバラバラの印象でした。トップデッキで挙げられるのは、モンストブが一番多くて、続いて扉電源だったりしたんですけれども、やっぱりとにかくプールがひどいので最強のデッキを考える楽しみなんかもあるんじゃないかなっていうふうに思います。
続いて第30位、得点 41.8 点、トラブルということで第30位はトラブルでした。こちらもかなり息の長いタイトルですね。皆さんトップデッキとして挙げられたのは闇感だったんですけれども、こちらが息でパワーが出ること、あとはバウンス、イベントも含めたバウンスが環境に合っていること、あとは決定力の高さ、これらが相まってこの長寿、寿命の長さにつながっているんじゃないかなというふうに思います。続いて第29位、得点 43.2 点、フェイトアポクリファーということで第29位はフェイトアポクリファでした。僕は今、この動画でこのタイトルの評価をできることを非常に嬉しく思っているんですけれども、第29位ということでした。このタイトル、レベル3のパワーが非常に高くて一点ショットをいっぱい飛ばせるのが印象的なタイトルなんですけれども、全体的に見ると、相手に対応するようなデッキになるので、かなりプレイヤーの腕が出てくるようなタイトルなんじゃないかなというふうに思います。レベル2がちょっと若干薄い印象があるので、そこをカバーするような、カードができたり、そういった構築ができれば一気に点数を伸ばすんじゃないかなというふうに思ってます。続いて第28位、得点 43.9 点、ダカーポ&ダルセーニョということで、第28位はダカーポでした。このタイトル、やはりレベル3のさくらとレベル3の乙女を使った爪が圧倒的に強いため、皆さんトップデッキに8ストブを上げられている方がほとんどだったんですけれども、ただ、1体が黄色のストブと赤ストブで完全に分かれたので、かなりその辺は好みが出るんじゃないかなっていうふうに思います。僕の印象としては赤はかなり自分に自信のあるテクニシャンが、黄色は押し付けが好きな人が使ってる印象があるので、皆さんも好みに合わせて使ってみていただければなというふうに思います。続いて第27位、得点 44.9 点、レビューということで第27位はレビュースターライトでした。前回ちょっとトップデッキバラバラだったというか違った印象があるんですけれども、研究が進んだ結果なのかわからないですけど、今回ほぼ皆さん満場一致で扉電源をトップデッキに上げられていました。また今後このタイトル追加もありますんで、今レビュースターライトあんまり知らないよって方も、カードプールの把握だったりとかして、次の追加に備えてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。続いて第26位、得点 48.4 点、魔法少女リリカルナノハということで第26位はナノハでした。このタイトル、トップデッキとして挙げられていた方で一番多かったのが思い出圧縮型ですね。実際に、以前からある方で研究も進んでいるので、この方が一番強いというふうに挙げられていた方多いと思うんですけれども、今後ねまだ、プールめちゃくちゃ広くて、まだ全てにおいて研究途中だと思いますので、このトップデッキみたいなものが完成したらどのようなデッキになるのか非常に楽しみで夢のあるタイトルなんじゃないかというふうに思います。やっぱりプールの広さは夢の大きさにつながりますね。続いて第25位、得点 48.9 点、サエカノということで第25位はサエカノでした。このタイトル、僕個人的な印象としては非常にワンブースターにしては非常にできることが多いタイトルだなというふうに思ってまして、実際にトップデッキとして挙げられている形も、皆さんミチルの門は入るんですけれども、門風だったりだとか、あとはストップ門、思い出し方ですねを筆頭に門電源、あとは本門だったり、そういった形がいろんな形が挙げられてまして、そういった面からそのできることの多さが証明されているんじゃないかなっていうふうに思います。また追加も結構強そうな追加で僕自身も楽しみにしてますんで、皆さんもしもこういったデッキが強いとか、またそういったものがあれば教えていただきたいなというふうに思います。続いて第24位、得点 49.2 点、サマポケということで第24位はサマポケでした。以前はこのタイトルトップデッキが満場一致で宝だったんですけれども、8宝ですね、8宝だったんですけれども、今は、相変わらず8宝が一番人気ではあるんですけれども、扉宝、あとは風宝が、新しくトップデッキとして入ってまして、
結構それも1人じゃなくて結構複数にいらっしゃいますので、研究の成果といいますか、環境に合わせて形がどんどん変わってきているのかなというふうに思います。タイトルも結構人気のあるタイトルだと思いますので、今後もどんどん研究が進んで新しい形だったりだとか、あとは初高に戻ったりとか、そういったことが起こるんじゃないかなというふうに思ってますので、今後どうなるか僕は楽しみにしています。続いて第23位、得点 49.5 点、ハルヒというわけで第23位は鈴宮春日の憂鬱でした。このタイトル、昔一時代を築いたわけなんですけれども、レベル3のおめかし長門だったりだとか、あとはミクルだったりだとか、今見てもかなりすごいテキストを持ったカードが何枚かいまして、そういったカードを知らずに対戦してもらうと、結構大変な目に遭うかなっていうふうに思います。またそういったカードを生かすようにデッキを構築するのも面白いので、春日もし知らない方がいたら、ぜひテキストの確認はしていただきたいなというふうに思います。トップデッキは皆さん満場一致で、扉電源でした。続いて第21位、得点 51.6 点、魔法少女まどかマギカ&リライトということで、第21位は同点でまどかとリライトでした。今回同点だった高2タイトルなんですけれども、デッキタイプがもう全然違いますよね。まずまどかなんですけれども、これが、通常のビートダウン寄りのデッキで相手の行動に対して、返すような札がたくさんあるので、選択肢が広く取れるようなデッキだと思ってまして、そういった行動を随時選択していって、で、最終的に勝利する、そういうデッキだなっていうふうに思ってます。逆にリライトは本当に自分が強い行動を押し付けて勝利を目指す、そんなデッキだなというふうに思ってるので、全然この2タイトル違うなというふうに思います。共通点としてはどちらも結構難しいタイトルだなっていうふうに思ってて、プレイヤーのスキル連動がダイレクトに現れるタイトルだと思うので、もしも自分に自信のあるプレイヤーなんかはこちらの2タイトルを、後期の選択肢に入れられるといいんじゃないかなっていうふうに思います。続いて第20位、得点 52.2 点、オーバーロードということで、第20位はオーバロでした。僕はこのタイトル22のコキュートスの印象があまりにも強かったため、扉電源しかないんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけれども、研究が進んだのか時代が変わったのか、今は扉電源と扉ストーブが二大巨頭みたいな形で50、50ですねの支持率でトップデッキとして挙げられていました。まだ新しいタイトルで、どんどんまた研究今後進んでいくと思いますし、強さに対して意外と使用人口が少ないのかなっていうふうに思うので、今後自分に自信のあるプレイヤーなんかはオーバーロード選択肢に入れてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。続いて第19位、得点 52.4 点、ミルキーホームズということで、第19位はミルキーでした。このタイトル、今まで禁止されていたお花畑が2枚返ってきましたね。これによって、今回、トップデッキとして挙げられていた宝扉が皆さんほとんど相手トップデッキとして挙げられていたんですけれども、ここでストックを貯めてレベル3でヒールしながら面を取るというような行動が再び可能になりました。この2枚の、お花畑の解禁により、今後どれだけミルキーホームズが伸びるのか、またどういったデッキタイプが今後主流になっていくのか、楽しみが尽きないタイトルだと思います。続いて第18位、得点 52.9 点、ひなろじということで、第18位はひなろじでした。このタイトル、ついに学園長が禁止になり、どれだけ順位を落とすのかなっていうふうに思ったんですけれども、まだ意外とそこそこ点数が高いっていうふうに思われた方多いと思います。これも大体ひなろじ足回りがとにかく強いので、そこでまだまだ戦えるという評価をされた方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。気になるトップデッキなんですけれども、意外と優子とニーナバラバラで、
有効の方がちょっと多いかな。扉6、門2の有効型だったりとか、あとは両方採用される方とか、そういった方をトップデッキに上げられる方が多かったです。今後実際ひなの字が残っていくのかちょっと楽しみだなというふうに思ってます。続いて第17位、得点 54.6 点、角川スニーカー文庫というわけで、第17位は角川スニーカー文庫でした。僕はこのタイトルのこと、正直に告白すると全然わからないんですけれども、トップデッキとして挙げられていた方は大体ほとんど皆さん、本物だったり本宝だったりがほとんどでした。ということは、アホとか緑のカードが中心になるので、ふとした表紙に出会ったレディースプレイヤーとかキッズたちにイラストのとにかくやばいという印象のある赤のカードを見せて、気まずい思いをしなくて済むというのは、非常にいいことだなと思いつつも、内心ちょっとした寂しさも感じるなと、そういうふうに思っております。続いて第16位、得点 55.7 点、カンコレということで第16位はカンコレでした。まだカンコレ診断出たばかりなので皆さん研究段階の途中だとは思うんですけれども、まだそこまで完成されたようなデッキは出てないのかなというふうに思います。ただカンコレには一気に環境を変えてしまうような凄まじいカードパワーを、秘めたカードがたくさんあると思いますので、そういったカードを一つのデッキとして完成したものにできた時に一気に環境が変わって、対戦相手もあかんこれっていうような、そういうデッキが完成してしまうんじゃないかなっていうふうに僕はそう思ってますし、そういったデッキを見てみたいなというふうにも思います。続いて第15位、得点 59.2 点、初音ミクプロジェクトディーバーというわけで第15位はプロジェクトディーバでした。このタイトルは何といっても海ゆりと新しい世界といったようなかなり尖ったカードを軸としたデッキですごい尖っている印象があります。ただちょっと最近の電源環境勝ちにくいのかなというふうに思ってはいたんですけれども、なんだかんだでしっかりと勝ってしまうあたり、走り出しては止められない、そんな感じのタイトルなんだなっていうふうに思います。続いて第14位、得点 60.3 点、シンフォギアというわけで第14位はシンフォギアでした。このタイトルまだ出たばかりなんですけれども、それでももうすでに8点とかつけられてる方も結構いらっしゃって、このタイトルがすでに強いということはそこからも見て取れるんじゃないかなっていうふうに思います。トップデッキとしては扉電源、門電源、あと錬金術がちょうど3つに割れている感じで、果たして今後この中のから、トップデッキが現れるのか、それとも全く別のデッキがトップデッキになるのか、タイトルの人気もあるので今後研究が進んでどうなるのか楽しみにしています。続いて第13位、得点 61.3 点、富士見ファンタジア文庫というわけで第13位は富士見ファンタジア文庫でした。正直8電源といえば富士見ファンタジア文庫が浮かぶぐらい8電源のゴンゲって感じで、世間の評価も富士見ファンタジア文庫といえば8電源なのかなというふうに思っていたんですけれども、今回トップデッキとして挙げてもらった中だと大体8電源が6、扉電源が4といった形で割れていて、意外と8電源だけではないんだなというふうに思いました。またタイトル人気も結構あるので、今後また、後期も富士見ファンタジア文庫結構活躍するんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。続いて第12位、得点 62.4 点、リゼロということで第12位はリゼロでした。このタイトル以前は本扉、あとはラインハルトと、あとは8本だったり、本当にいろんなデッキタイプが様々バラバラだったので、今期もそういったバラバラな部分はあったんですけれども、その中でも8本が1つ突出して抜けていて、若干トップデッキとして8本という形が固まったのかなというふうに思いました。また8本で10つけられてる方もいて、もしかしてこのタイトル何かあるのかなっていうふうに僕は思っていて、それが一体何なのかちょっと気になっているところでございます。続いて第11位、
得点 63.9 点。バンドリーというわけで、なんと第11位はバンドリでした。ずっとトップを走り続けてきたバンドリですが、まさかの今回ついに11位ということで、今の電源環境、かなり環境が変わってきた中でフィーバーが決めづらかったりだとか、そういった部分でちょっと下がってきたのかなというふうに思います。ただ得点自体は 63.9 点と、かなり高い方なので、バンドリがもしかしたらバンドリが落ちてきたというよりは他に強いタイトルが出てきたというような、そういった部分の方がもしかしたら大きいのかなっていうふうに思います。トップデッキは、モカフィーバーモカで、次いでクラユキナといったような感じでした。でも僕はなんだかんだで使用人口の多さと、あとは勝つ手段の豊富さでなんだかんだで入賞するとは思っています。続いて第10位、得点 65.8 点。このスバというわけで第10位はこのスバでした。このタイトルも電源環境の弊害を受けてレベル1の連動を複数回決めることが難しくなって、道中は結構難しいかなっていうふうに思うんですけれども、電源環境が進めば進むほどメグミンが相手をリバースする必要もなかったり、あとは防御札を気にする必要もなかったりするので、レベル3自体は環境にマッチしてたりして、結構面白いというか評価の難しいタイトルなんじゃないかなっていうふうに思います。実際に今回採点いただいたプレイヤーもかなり高い点数つける人と、低い点数つける人ですごいもう分かれてて、評価の難しいタイトル、面白いタイトルなんじゃないかなっていうふうに思います。さすがメグミン。続いて第9位、得点 68.2 点。アイドルマスターミリオンライブということで第9位はミリマスでした。このタイトルの特徴は何といっても37イベント覚醒アイテムプリンセスですね。また、8電源を皆さん満場一致でトップデッキとして挙げられているんですけれども、このデッキは面を取ることを意識するよりどちらかというと勝利に向かって駆け抜ける系のデッキとなっているので、電源といえば面を取るみたいな、そういった概念をぶち壊したこのデッキを考えられた方は結構頭がいいなというふうに思います。結構見た目に反して使いやすいデッキだと僕は思うので、今何を使おうかなっていう風にタイトル悩まれている方は一度触ってみるといいんじゃないかなっていう風に思います。続いて第8位、得点 68.6 点。カードキャプターさくらというわけで第8位はカードキャプターさくらでした。出たばかりのカードキャプターさくらで、ちょっと僕も対戦させてもらったんですけれども、このタイトルかなり強いですね。面が本当に今のバイシュバルツの中でもかなり高くて、で防御札もあって、で、爪もあって、非常にいいタイトルだなというふうに思いました。人気もありますし、今後研究も進むでしょうし、そういった面でいくとかなり後期期待できるタイトルなんじゃないかなっていうふうに思います。トップデッキとして挙げられていたのはほぼほぼ皆さん扉電源でした。続いて第7位、得点 70.3 点。ラブライブサンシャインということで第7位はラブライブサンシャインでした。このタイトル、トップデッキとして挙げられたのは、扉電源か8電源でたまに門がいるような感じだったんですけれども、特徴としてめちゃくちゃ高い点数10点をつけられている方も何人かいたのに対して、4点とかの低い点数をつけている方もいらっしゃって、なんというか上位の中では結構比較的、個人によって評価の差にばらつきのあるタイトルだなというふうに思います。また今後、出たばかりなので今後新しいデッキとか、あとは回し方が研究されたりだとか、そういった面で、どうなるかはまた変わってくるかなというふうに思いますが、上位であることは間違いないと思いますので、皆さんぜひ研究してみてください。続いて第6位、得点73点。ラブライブということで第6位はラブライブでした。ついにファン待望の追加ということで、皆さん大喜びの方いっぱいいらっしゃると思います。もともと後継だったり逆圧縮だったりゲームをぶち壊すカードはしっかりと持っていった中で、今回の面を取るカードだったりだとか、あとは足回りの強いカードだったり、そういったものが追加されたので上位に来るのは当然といったところではないでしょうか。対戦相手の気持ちとしても、ラブライブにこれは勝ったなと思っても一気にひっくり返るこ
ことが多いので、いつも気を引き締めて心を強く持って挑まないといけなくなると思うので、大変なタイトルが強化されてしまったなという印象でございます。続いて第5位、得点 75.2 点、獣フレンズということで、第5位は獣フレンズでした。いや、すごいですね、このタイトル。特に追加があったわけでもないのに、再び不死鳥のごとく駆け上ってまいりました。このタイトルの特徴は何といっても大量のヒールと圧縮ですね。で、ただストックで圧縮するタイトル、ストック自体は毎ターン4コストや5コスト使えるんですけれども、その場で吐けるので非常に後傾にも強く、また、触られたくないところ、結構息のラインは高いので、触られたくないところはしっかりと触りに行けるような、そういった絶妙なラインの高さを持っているので、後期も間違いなく活躍してくるタイトルなんじゃないかなっていうふうに思います。続いて第4位、得点 76.8 点、フェイトというわけで第4位はフェイトでした。このタイトル発売した当初はあまり強くないという評価だったと思うんですけれども、使用人口も相まって研究が進み、今回はなんと第4位という高評価でございました。トップデッキとして挙げられたのは名古屋で入賞した扉宝型もしくは8宝、これが大体半々の割合で、どちらも耐久力の高いで強いといった評価ですね。また今非常にプールが広いんで、今後新しいデッキができたりして、まだまだ進化を残してそうなタイトルだなというふうに思っています。こう予測の外から殴られそうで怖いですね。さあ、ここからはベスト3です。第3位、得点 77.1 点、ソードアートオンラインということで、第3位はサオでした。いや、いつまでも強いですね、このタイトル。だいたい皆さん、新しくフラクトライトという特徴が確か追加されたと思うんですけれども、まずトップデッキとして挙げられたのは相変わらず既存の、扉電源ですね。こちらを皆さん大体満場一致でトップデッキとして挙げられていました。もうだいぶ研究が進んだんで、改善の余地とかはあんまりないのかなと思っていたんですけれども、なんだかんだで少しずつデッキまた変わってきているんで、すごいやっぱり SAO プールの広さも相まってすごいタイトルだなというふうに思います。続いてついに得点が80点台に跳ね上がり第2位、得点 83.9 点、ゴブリンスレイヤーというわけで第2位はゴブリンスレイヤーさんでした。このタイトルは前回も評価していただいて、その際も非常に高い評価だったんですけれども、その時はまだトップデッキバラバラでした。しかし今回はトップデッキは何といっても扉電源で皆さん満場一致となっていました。しかも最も高い点数、今回の評価で最も高い点数をつけられている数もゴブリンスレイヤーが最も多いという結果でした。ただなんといってもこのタイトル使うのがめちゃめちゃ難しくて、パッと大会に持ち込んでもなかなか勝てないというふうに聞いているので、もしも大会に持ち込みたいと思う際は、しっかりと練習して負けても悔いが残らないように魂のアセンションして挑んでいただければなというふうに思います。さあ、ここからは栄えある第1位の発表です。第1位、得点 85.5 点、青豚というわけで第1位は青豚でした。このタイトル最初の評価、今でも忘れません。正直弱いという評価蔓延しておりました。しかし研究が進み、もう大活躍に後列の小顔を添えた面を、対処できないタイトルはもう完全に封殺されてしまうというような、そういった強みを青豚手に入れました。それを見て最近はメインバウンスだったりだとか、あとは上から踏む手段みたいなものをしっかりと準備してきているので、なかなか大活躍一本で勝つのは難しくなってきたかなと思うんですけれども、なんと青豚の強さは大活躍だけではなくて、スタンバイ連動から始まり、レベル2のヒール連打、もうこの辺りがめちゃくちゃ強いので、大活躍を処理しただけではまだゲームが始まったばかりというのはめちゃくちゃ強いタイトルだなというふうに思います。
後期間違いなく青豚を中心に環境が動いていくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、青豚もパーフェクトヒューマンというわけではなくて、山を能動的に作りにくいっていう部分なんかが欠点として挙げられるんじゃないかなというふうに思います。例えば3の後半から3-0に戻す力はあっても3の0から3-7になってしまえばもう終わりですし、そういった相手を殺すことに特化したデッキであったりだとか、あとはしっかりと毎ターン青豚の面を触っていけるようなデッキがこれから青豚の対抗馬として環境の対抗馬として挙げられるんじゃないかなと思います。というわけで皆さんここまでご視聴ありがとうございました。今回の環境考察動画どうでしたか？皆さん予想と当たってましたか？最後に、今回ちょっとどうしようか悩んだんですけれども、やっぱりなんか閉まらないなと思ったんで頑張ってまとめの表を作りました。皆さん見てください、どうぞ。ぶっちゃけ今回もこの表の作成が一番時間かかってます。なんで、気持ちは、すげえわかるんですけど、この部分だけスクショして貼るみたいなことはちょっとできればネタバレにもなりますし、今回協力していただいたプレイヤーの皆さんの手前もあるんで、その分は再生数に還元したいなと思ってますんで、その辺はご勘弁くださいますようちょっとお願いいたします。というわけで、今回は15以上、45以上、55以上、70以上で区切らせていただいてて、で、同じ段落内でもちょっと差があるなってところは不等号で区切らせてもらってます。この表を見ると、そうですね、青豚から見ます10位ぐらいまでの間で電源が入ってないデッキっていうのがフェイトとラブライブぐらいですか。あとみんな大体扉電源かあとみんな大体扉電源だったり、扉と電源、変わった面で言うと電源環境にだいぶ寄ってるなっていう印象があります。今季勝つためには電源に寄せるか、もしくはその電源に対抗できるような、一芸に引いてたカードを採用してそこの部分を押していくかみたいな形になっていくのかなっていうふうに思います。今のとはちょっと関係ないですけど、本っていうクライマックスにちょっと人権出てきたような感じありますね。あと、全体的にポイントが結構前回と比べて高めに推移してて、これって要するにあれですよね、どのデッキにも勝つ可能性があるっていう、ネオスタンダードで選択できるデッキの幅が広がっているっていう風に読み取れると思うので、この表を見る限り、後期も何が勝つのかわからないというか、乱戦のよって感じで、結構面白いシーズンになるんじゃないかなっていう風に思います。以上が WGP2019 環境考察とさせていただきます。またね、この動画の反響が大きければ次回もやっていきたいなというふうに思っておりますので、皆さん再生、拡散、グッドボタン、コメント何卒よろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺で、皆さんご視聴ありがとうございました。